おはようございます。センドラです。本日は10月の8日日曜日、ただいま6時50分です。もっと早くに出たかったんですけど、別格令嬢8番豊ヶ橋がすぐそこにあるんですよね。なのであんまり早く出ても農協できないので、この時間に出発です。すぐ横にはスーパーホテルがあるんですが、今回こっち泊まった方が良かったかもしれないですね。そんなこと言ってるうちに別格令嬢8番豊ヶ橋に到着しました。豊ヶ橋といえば何といってもお大師様が野宿したと言われる橋が有名です。それではまずは大師堂を参拝します。続いて撫で大師様を撫でておきましょう。これで何かご利益があるんでしょうか。それではメインイベントの橋の下に向かってみます。豊ヶ橋は別格令嬢は回らないよっていう方でも寄るぐらいとっても有名な別格令嬢です。橋の下ではお大師様が寝てるかもしれないから、橋の上では杖をつかないっていう風習ができたのもこの場所が由来になってます。またここは野宿することが修行として公式に認められてる珍しい場所なんだそうです。すごい濃いですね。これ鯉の餌があるからみんな集まってくるんですね。これなんですけど、今朝はまだ朝早すぎて餌が補充されてません。豊ヶ橋は2018年の西日本豪雨で壊滅的な影響を受けちゃったみたいで、今本堂がないんですよね。立派な本堂を再建中だそうです。はい、それでは内子に向かって歩いていきます。朝パンをいくつか食べたんですが、もう腹減ってきちゃいました。ちょうどいいところですき家があったので、朝定食をいただこうと思います。本当に牛丼屋さんって朝早くも空いてるんで助かりますよね。ごちそうさまでした。ここで国道56号を外れて新谷の市街地の方に歩いていきます。しっかり止まって出発進行。大洲市新谷町は銀河鉄道999の作者の松本零士さんが戦時中に疎開してた場所なんだそうです。ここで、何かヒントをつかんで999ができたんですね。銀河鉄道999始発駅とも呼ばれてるんだそうです。ここでお餅食べてる人誰かいらっしゃいましたよね。誰だったっけな。ちょっとまだやってないみたいなんで素通りします。大宝寺まで残り47キロです。まだまだあります。雨がいよいよ本降りになってきました。豊ヶ橋の辺りからもう降ってたんですけど、本降りになるときついですね。内子町に入ります。出ました。カラオケ喫茶ドラえもんです。これもろドラえもんですけど大丈夫なんですかね。まあ人のこと心配してる余裕はありませんけどね。ちょっと心配です。山崎ショップさんは今日お休みのようです。仕方がないので自販機で飲み物を補充してこのまま進みます。ここから56号をそれて横道に入ります。峠道ではないんですが、ちょっと道が荒れてるんですよね。ここ蜂に注意。いや蜂は嫌ですけど今日は雨ですからね、きっと蜂は出てこないでしょう。この道前回通った時に、ぬかるんでて、あの時雨が降ってなかったのにぬかるんでたんですよ。なので今回は覚悟してきたんですが、なんとぬかるみがなくなってます。とっても歩きやすく改良されてます。これは助かります。1巡目の時にお会いしたあのおじいちゃんがきっと手を加えてくれてるんですね。ありがとうございました。20分ほど歩いて山道が終わりました。ここからまた舗装路を歩いていきます。内子の運動公園の裏に出てきました。ここまで来れば内子の駅まではあと少しです。ここに確か鯉がいるんですよね。豊ヶ橋ほどではないでしょうか。こっちは色がついてるだけマシな印象です。ここを妖怪市の街並みの方に降りていきます。
JR 予讃線の高架をくぐったら本来はまっすぐ行くんですが、今回は右に曲がって内子の駅に向かいます。実は今日のゴール地点から戻ってくる交通手段がないんですよね。なのでタクシーの運転手さんに予約をお願いしたんですが、快く引き受けてもらいました。まずは今日宿泊する予定のホテル AZ によって荷物を置かせてもらいます。身軽になった状態で、リスタートです。前回寄れなかった内子座に来ました。ちょっと雨だから中に入るのもめんどくさいんでね、中には入りませんでしたが、これが内子座です。まだ現役のようです。この内子の通りはアンティークなおしゃれなお店が多いんですが、ここは何でしょうか。商いと暮らし博物館っていうんだそうです。昔ながらの商家の暮らしとかが学べるんだそうです。薬屋さんの店舗と家屋を再現してるとのことなんですよね。気になりますが先を急ぎます。道の駅内子フレッシュパークからりっていうんだろうか。ちょっと寄ってみます。人がすごいですね。混んでます。食事できるかなと思ったらお店がまだやってなかったので、このたこ焼きをいただくことにします。たこ焼き10個500円、安いですね。こんにゃく焼きも気になりますけど、今回はたこ焼きにしておきます。これ10個です。これが今日の昼飯です。ちょっと胃もたれしちゃいますけどお腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。今日は当初10時ぐらいから雨が降るかななんて思ってたんですけど、予想外に7時半ぐらいから降ってきちゃって、テンション下がって語るのを忘れてました今11時過ぎぐらいです。今日昼飯は何でしたっけ、道の駅だっけ、フレッシュパークからりだっけな、あそこで食べようと思ったらレストラン11時からということでやってませんでした。代わりにたこ焼き食べて、あれ昼飯になると思うんです。いや雨ですね。ポンチョ着ようと思ったんだけど、雨が天気予報だと降ったり止んだりになるのかなと思って傘にしてます。ただ結論は降ったり止んだりの止んだりが全然ありません。しかも寒いんですよね。今16度ぐらいなんですけど、ちょっとね若干寒いです。荷物はホテル AZ に置いてきたんで身軽なんですけど、あとね今日内子の駅前にタクシーが何台かいて、そこで内子タクシーさんっていうのがいらっしゃったんで、お迎えに来てもらえないか聞いたらね、快く OK してくれました。付き合わせのバス停のあたりか道の駅なんだっけ、小田なんとかのあたりまで歩いて、迎えに来てもらおうと思います。向こうの山々が幻想的ですけど、この雨でテンションが低いのであんまり気分が盛り上がりません。遠くても横断歩道を渡ろうよ、もうおっしゃる通りですね。この区間に出てくる自動販売機はコークオンペイ対応のが多いのでとても助かります。左向いてる標識がありました。なんだろうこれ。あ、水戸森峠。水戸森峠を歩くとここに出てくるんだ。なんか歩けるとか歩けないとかいろんな噂がありますけどね。今日は雨なんでもともと歩く気なかったんですが、どうもこの辺りに出てくるようです。次は通ってみたいですね。いつもだとトンネルはあんまり好きじゃないんですが、今日みたいな雨の日だとトンネルはとても助かります。禅根宿というか津宿ですかね、出てきました。前回もここ中を見て確か綺麗だったんでね、その後何か変わり映えしてるかどうか見てみようと思います。すいません。大丈夫です。
ちょっと予想外のハプニングがあって早々に立ち去ってます。今そこの善光宿、前回ここ通った時もちょっと中見たんだけど、あれから何年かしてちょっと変わったかなと思って中を見ようと思ったら、すでに人がいらっしゃいました。で、お話しようかなとも思ったんですが、なんか黙々と木を削ってたので、邪魔したらいけないと思って、早々に立ち去りました。ちょっと人がいると思わなかったんでちょっとびっくりしちゃいましたね。いやー、驚きました。上田農園さんです。前回はここで桃の接待をいただきました。どうもありがとうございました。今日はお休みのようです。柿の直売所でしょうか。ちょっと気になりますけど、柿買っても食べれないからね、やめておきます。はい、ここで国道から外れて横道に入ります。案外こういう風なところ多いんですよね。気をつけてないとまっすぐ行っちゃうので注意が必要です。しばらく歩いたところで休憩所があったので、ちょっとここで休ませてもらいます。面白い形の休憩所ですよね。広いので助かります。ちょっと雨宿りさせてもらいます。大江健三郎さんの出身地、大瀬です。古き良き街並みっていう風情でいいですね。ここの小学校は校庭に土俵があります。お相撲さんが来るんですね、きっと。お相撲って私見たことないんですけど、どんな迫力なんでしょうか。はい、またコーク音程対応の自販機が出てきました。今日もポイントがいっぱい貯まりそうです。この休憩所も記憶に残ってます。綺麗な休憩所ですよね。この区間はサイクリストの方が多いようなので、休憩所にも自転車が止められるような設備がついてます。いや、今のとこに、歩きお遍路さんいたんですが、ちょっとさっきの休憩所で、ご一緒した、お遍路さんが、逆打ちされているということなんですが、なかなかお話聞いてたら大変そうな歩き遍路されているということでね、ちょっとお接待しちゃいました。みんないろんな事情を背負ってね、お遍路をされてる方大勢いるんで、私なんかまだまだ全然ですけど、ちょっといろいろ考えさせられましたね。でも今日はその方ね、野宿でやってるみたいなんですけど、今日あたり雨降ると寒いんでね、ちょっと心配ですけどね。まあもう12年歩き遍路やってるっていうことだったんで、もう私の100倍ぐらい詳しいでしょうからね、応援したいと思います。突き合わせのバス停まであと4キロぐらいのところまで来ました。今日はそこで終わりにするか、その先の道の駅小田せせらぎでしたっけまで行くか、突き合わせのバス停に着いた時点でもう一回考えようと思います。千人宿記念大師堂です。前回通った時はコロナ禍だったので宿泊できなかったと思うんですが、今回は宿泊できるようです。中もとても綺麗に整備されてました。小田まであと7キロですね。だいぶ近づいてきました。いかだの里川登りです。昭和の初期までは山で伐採した木をいかだを組んで運んでたんだそうです。自転車も積んで帰りは自転車で戻ってたみたいですね。休憩所があったのでまた休みます。こう雨が強いともう休憩所があるごとに休まないと体が持ちませんね。カニが出てきてました。この子にとってはこの雨はラッキーなんでしょうか。はい、小田町に入ります。バス停まであと少しです。はい、この辺りが、突き合わせのバス停なんでしょうか。この先の分岐を左に行くと、日和田峠の方に向かうルートです。
前回はこっち行きましたね。今回はここを左に行かずまっすぐというか右の方に行きます。ここから先はしばらく初めて歩く、区間になります。本当だったらもっと楽しみたいんですが、雨でテンションが全く上がりません。この川も綺麗なんですけどね、全然トイレなかったんですが、やっと出てきました。工事現場のトイレですけど、ちょっとお借りしちゃいます。さっき突き合わせのバス停越えました。突き合わせのバス停で終わらせるか、道の駅まで行くかどうしようかななんて言ってましたが、14時50分ぐらいに、バス停着いたので、このまま道の駅小田せせらぎでしたっけに向かおうと。プラス4キロぐらいなんでね、多分今日31、2キロぐらいの歩行になるような感じですけど、この時間だから行けるかなと思って、さっきタクシー会社に電話して4時前ぐらいに迎えに来てくださいとお願いしたんですが、今歩いてたら右の小指に激痛が走り、ちょっと今この雨の中でこの状況なんで足見れないですけど、多分豆が潰れたんだと思います。ちょっと痛いですね。まあでももう何もすることないんで、このまま道の駅まで我慢して歩こうと思います。歩きを遍路さんならね、豆の一つや二つ潰れたぐらいでビビ言うなと、怒られちゃいそうですけど、痛いもんは痛いんで、ちょっと言ってみました。あと1時間ぐらいで今日終わる予定です。頑張ります。最近私豆が潰れるっていう経験がなかったので、久々に潰れたんでびっくりしてね、結構痛かったんですけど、この雨じゃ靴脱ぐわけにもいかないしね、黙々と歩くことにします。380号線、もうしばらく行けば道の駅が出てくるんでしょうか。綺麗な小学校ですよね。おしゃれです。さっきの土俵があった、小学校と一緒ですね。はい、小田の里せせらぎに到着しました。今日はここで終了です。時間がもう遅いので人はあんまりいませんでしたが、思ったよりも、賑やかな道の駅でした。ちょろちょろっと見てたらちょうどタクシーがタイミングよく来てね、待つことなく乗ることができました。いやこの運転手さんこの辺りの人らしくて、いろんなことを教えてもらいながら、あっという間にホテルに到着です。今回のホテルはホテル AZ さんです。もう何回か泊まったお宿ですね。ここは特に悪いところがないのに金額が安いので、とてもおすすめのホテルです。はい、ランドリールームです。洗濯機が4機と乾燥機が4機あります。ホテル AZ さんは、部屋が多いのでこれぐらいの台数が必要なんだと思うんですが、台数が多いと結果として待つことが少なくなるのでとても助かります。ただ今回は合宿か何かなんでしょうか、若い子が何十人もいて、ちょっと混んでましたね。洗濯機も少し待ちました。今回のお部屋は501号室のシングルルームです。もうほんと普通のビジネスホテルです。ここのホテルの特徴は何かすごいっていうのは特にないんですよね。ただ逆にこれはいまいちだよなと思うところもないんですよ。それで税込みで5000円ちょっとぐらいですからね。しかも朝食付きでですね。なんでこれはすごくお得です。こうなんですよ。だいたい宿に着くと雨が上がるっていうね、もうこれ本当歩き遍路あるあるですね。というか歩き遍路じゃなくてもあるあるか。はい、バスルームです。ここは大浴場がないのでお部屋のお風呂を使うんですが、これも可もなく不可もなくですね。広さも広くはないけどそんなに狭くもないので、普通にゆっくり入ることができます。
洗濯をしてゆっくりお風呂に入ったら晩飯を食べに街に出ます。今回は居酒屋の寿屋さんにお邪魔しました。お母さん一人でやってるお店なんですけど、すごく気さくで面白い話をたくさん聞かせていただきました。お酒飲みながらいろんな話してたら盛り上がっちゃって、もうスネドラあるあるですけど写真がこれしかありませんすいませんでした。おはようございます。今朝は昨日と打って変わって快晴です。気持ちよさそうな歩き遍路ができるんでしょうが、今日は私は帰る日です。早い電車に乗らないといけないので朝一で朝食をいただきます。ここの朝食はこれなんだっていうものは特にないんですよね。ただ逆に言うと、よく朝食のバイキングにありそうなものはほとんど揃ってます。この金額ですからね、こんなもんなんでしょうけど、案外そんなに文句もなく美味しくいただくことができました。朝食会場も結構広いんですよね。ゆったりと食べることができます。もう腹減っちゃったんでバクバク朝飯食べちゃいます。ごちそうさまでした。いやー、いい天気ですよね。もう今から帰るのかと思うと、もう一体昨日の雨は何だったんだというような気持ちです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。なんとか小田の里せせらぎまで歩けたので、次回は熊高原攻略します。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。